ハッピーエンド。異世界に転移した瞬間、俺は拍手とともに迎えられた。キャ、勇者様よ。魔を打ち倒してくれてありがとう。これで世界の平和は保たれた。大勢の人々が歓声を上げ、俺に向かって手を振っている。それ自体は嬉しいのだが、問題は、俺は特に何もした覚えがないということだった。飛び交う花びらにまみれつつ、王宮にたどり着くと、今度はこの国の王様が直々に出迎えてくれた。勇者よ。こたびの働き、誠に感謝する。頭を下げる王に申し訳ない気分になってきた俺は慌てた。いえいえ、そんな大層なこと。私は何もしてないんですが。そのように謙遜せずともよい。王も大臣も兵士たちも皆が私に注目し、敬礼した。まるでこの国全体が俺を英雄として扱っているようだった。どうしたらいいんだ俺は。まだ10分ぐらい前にこの世界に来たばかりの俺は困惑するしかなかった。どうだ勇者よ。今後この世界に残る気はないか。よほど気を良くしたのか、王は気前よくこんな提案までしてきた。実は、末娘の結婚がまだでな。もしお前さえ良ければ、領地と城を与えて、結構です。あまりの急展開に、俺は普通に断ってしまった。そうか。それでは不満だったか。王は少し寂しそうな顔をした。同時に、周りの家来たちが少し嫌そうな目で俺を見つめた。やばい。なんとか適当に逃げ工事を言わなくては。元の世界に置いてきた家族が心配なのです。もう何年も会っておりませんので。俺は頭をフル回転させたが、こんな言い訳しか思いつかなかった。これで大丈夫だろうか。よかろう。故郷が恋しいと思うのも当然のことだ。王は微笑むと、魔法使いたちを呼んで、俺が元いた世界につながるポータルを開かせた。勇者よ。またいつでも戻ってくるがいい。それまでしばしのお別れだ。こうして異世界転移からわずか20分で、王は俺を元の世界へ送り返した。数日後、高校の友達と帰り道に話していたとき。でさ、俺この間異世界に召喚されたんだけどさ、すげえVIP待遇だったんだよね。すげえよ。本当だって。国中が俺に感謝して、王が娘と結婚させてくれるとか言い出してさ、寝言は寝て言え。もちろん、誰も俺の話なんて信じなかった。それでもいい。たった20分ではあったが、異世界であった出来事を思い出して、俺はははっと笑った。